おはようございます。画家の小木曽です。今日の動画はですね、こちらですね、油絵の一発描きです。なんていうか滝の近くの綺麗な水のところを描いてみました。これはですね、シナベニアにジェッソ、白、黒、だいたい同量ぐらいですかね、同量ぐらいのものに水をその同じぐらいの容量ぐらいを混ぜて、それを1回塗って乾かして1回塗って乾かしてっていう風に、して下地を作りました。グレーのですね。で、あまり僕自身は一発描きというのは油絵推奨していないんですけども、絵の具のこう筆致とか筆さばきみたいなのとかっていうのはある程度ここまで描けるということをお見せしたくて、今回作りました。ちょっと時間が30分以上あるんで長いですけども、あえてそういう風にしました。皆さんが多分こういう筆の使い方どうしていいんかなとかってわからん時のためにこのようにやっていくんですよと。かなり小さい作品ですよね。4号から6号ぐらいかな、実際のサイズとしては。ぜひ勉強してみてください。それでは本編どうぞ。それでは解説をしていこうと思います。これシナベニアにジェッソの白と黒で、描きました。こちらの風景ですね。観音の滝という唐津の方ですね。佐賀県の唐津というところにあります、滝のところの少し、その中腹と言いますかね、を描きました。で、初めはですね、これアクリル絵の具で、ジェッソですからね、アクリル系のものですから、それに下書きだけはアクリル絵の具のバーントシェンナと青ですね、ウルトラマリンみたいな色で、黒っぽい暗いような色で、下書きをしておきました。黒とかでもいいと思うんですけどね、ちょっとこう青とか茶色とか混ぜた色で下書きをしておきました。で、相当今回じっくりお見せしようと思ったのは、意外と日本の油絵というのの描き方のやつがあんまりないですよね。見てると少ないので、でプラス一発である程度まで描けるんですよという難しいことはしていないんですが、初心者向けなんですが、初心者の人はできないかもしれませんが、この筆さばき等々を一生懸命真似すると描けるようになるんじゃないかということで、丁寧にちょっと作っておこうと思いました。シナベニアにこれ描くというのは実際の本画っていうかですね、私の場合は作品として発表するわけではなくて、皆様にお見せするためという感じで、こういったベニヤに簡易的に作っております。で、キャンバスでもいいと思うんですけども、ちょっとこういう風に目がないというかですね、白黒のジェストを約4層塗ったかな。で、塗っては乾いて、塗っては乾いて、1回2層塗ったぐらいで研磨して、研磨っていうのを紙やすりで、ザラザラザラっていうのをなくして、でまた2層ぐらい塗っておきました。で、油絵にこっからいきますね。下書きができました。この辺りにブルーで、これ僕ね、完成油だけしか使ってないです。とりあえずは完成油というのはポピーオイルだけです。で、あんまりジャバジャバにもしないんですが、今回はこう一発である程度決めるために、このグレーの下地もある程度使っていこうかなと思いました。だから皆さんですね、このグレーに対しての重なりみたいなのを考えていかれるといいかなと思います。グレー下地の上に今影のところを描いていっているわけですね。影のところを描きながらですね、この辺かなこの辺かなで、青とちょっと赤入れて紫っぽく、やはり印象派的な感じにしておきました。で、写真もこう載せてあるんですが、やっぱり暗いとこがすごく潰れてますよね。で、やっぱりそこの中にも葉っぱとか影があったりするので、若干明るめに描いています。描く時には少し明るめに描いたりとかしてですね、描いていってます。で、特にこうハイライト的になるのは滝のところというか、その辺りにできる白い、絵の具の使い方みたいなのは皆さんにとって参考になるんじゃないですか。真似してみてください。いつでもね、全然頑張って、小木曽抜け追い越せっていう気持ちでやっていただいて結構ですよ。負けてたまるかーって感じですからね。で、ちょっとこの辺バンとこう大胆にきましたね。ちょっと何色を載せてるかっていうのを今回は見せできないのが残念ですけども、こういう感じで、これはですね、何かな、青と黄色を混ぜてすごくこう鮮やかなグリーンみたいなの作りました。こんな感じの色があったらもうそれでいいかもしれませんけどね、コバルトグリーンみたいな色を作りました。ですね
で今もその要は完成だけで書いてるんですけど、ジャバジャバにするわけではなくて、ちょっとすり込むような感じで、でちょっとずつこう板なんで吸い込んでいきますね。ちょっと茶色とか今入れていきました。吸い込んでいくというのも利用しながら描いていってます。でまず前面に絵の具自体を塗布しようという、いわゆるですねウェットインウェットとかウェットオンかな、ウェットオンウェットの方が正しいかな。乾いてない濡れた状態、ウェットですねの上にまた絵の具を重ねていくという方法なんですね。で下の絵の具がもうジャバジャバになっていたりとか、すごく厚塗りとかになっていたらなかなか重ねにくいので、今本当にすり込むぐらいの気持ちで、描いていってるわけでございますね。私の本当に動画はもうどちらかというと重層構造というのを使った方が大人っぽく見えますよということを中心に見せているんですが、今回ばかりはですねちょっと一発でこれぐらい実は描けますぜということを人物とかで、例えばライブペイントなどとかではお見せすることはあったりとか、授業で学生さんに見せる動画とかで、あったりとかするんですが、ある程度まで書き込んでやったぞということで、皆様には筆使い等々参考になるナイロンの筆を使っております。でちょっと前半の方ですかね、ちょっと右上が光ってしまっています。ちょっとそれはご容赦いただければと思います。ちょっと油絵のこと忘れてまして、いつものライティングでやったらちょっと失敗したんですけども、大事なところというのは光ってないので、見えるかなと。でこの辺の明るい色とかもグレーに対してちょっと白っぽいのを塗りながらですね、下の絵の具もうっすらこう透けて見えるぐらいの気持ちというかですね、でやっていこうかなと思いました。せっかくグレー作っているのでですね、じゃあ白の上じゃダメなんですかって言われるかもしれませんが、案外楽ですよ。でなんとなく塗り残ってもそんなに違和感のない、例えば真っ白とかやったらば塗り残してしまったりすると違和感が出てきますもんね。でこれはこの下の絵の具がある程度塗られた状態から書き込みをもう早速始めていっているわけですけども、左上の一番奥のところから始めていきました。やっぱりですねなるべく奥から描いていくのが風景画の基本ということで、あります。これは本当にもう基本中の基本なんですけども、後ろの方奥の方、そしてこの筆のタッチみたいなのも少しこう向こうにある森であるとか岩であるとかっていうのを意識しながら今のうちから描いていっておいてあげた方が後々ですね塗り残っても違和感がないということですね。だから今グレーの下地の上にこういう風にちょっと透明感のある絵の具と半透明ぐらいの絵の具を塗った2層塗られて、今、厳密に言うと3層目っていう感じかもしれませんね。でその塗り残ったところも違和感なく、30分もあるからなんか雑談でもしようかと思うんですが、今回の動画はちょっといい作品ができたのでね、皆様のこうなんていうんですか、一発で書いてみる時のバイブル的に使ってほしいなと思いましたので、あまり雑談をせずに突き進んでいけたらいいと思うんですが、残り25分ぐらい無理だろうなと思いながら何の話をする予定もないのですが、でやっぱりですね受験とかを通り抜けてきた人っていうのは絵の具を乾かしながら描きましょうっていうことを僕なんか教わったんですね。だから超速乾メディウムみたいなものとかですね、そういったホルベインさんで言うとラピッドメディウムなるものとか、そういったものを使ったりしながら乾かしながら描いていかなきゃいけないんだと思っていたんですけども、いやいや乾かないで絵の具を画面の上で動かしたり、今ちょっと油が多すぎたので拭き取ったっていうところが映っておりました。そういうふうに今もちょっと多いので拭き取っとこうかなっていうのでですね、ちょっと滑りすぎるというかなかなか絵の具がのせにくいなと思ったらちょっと拭き取ってあげてもいいと思うんですね。それでもうっすらと絵の具は絶対残りますので、こういった感じでですね途中段階拭き取ったり、とにかく途中段階も筆致っていうのを大事にしながらですね、よく僕なんか講評会とかさせてもらってるんですけども、その中では形にすることと色にすること両方同時にできたら理想的ですよっていうようなことを言うことがあるんですね。でそれはこれ見てるとすっごくわかると思います。形と色を同時に、だから書き込みも同時にしながらやっていくということが見て取れる動画になったのではないかなというふうに思っている次第です。漫談家ですかとか言われますけどね、退屈な話をしている時にもなんとなく面白おかしそうに聞かせるような言葉遣いをすることは私はできるということで、なんとなく面白そうな話をしてそうな気がするけど何の面白い話もしていないというですね、こ
これもナイロンの筆です。何号の筆ですかね、よう分かりませんけど、このぐらいですよということですね。で、手前の方の岩とかも描いていってます。あんまり厚くしすぎずに絵の具を厚く塗っている。これ微妙な表現ですね。難しいですけどね、厚く塗りすぎてしまうとその上に絵の具をのせるのが困難になるので、でも隠蔽力といってやっぱり下の絵の具を覆い尽くすぐらいの色が欲しいときはちょっと厚めにしないといけないということで、これは白ですけども、チタニウムホワイトと僕はシルバーホワイトを混ぜます。ぜひですね、参考に、こういった動画とかっていうのを概要欄の方にもリンクを貼っておきますので、ぜひ参考に見られてみてください。基本的に使ってる絵の具ってほぼ同じです。今回もほとんど私のオギソスタンダード基本色セット的なところの絵の具を使っておりますので、ぜひそちらもご覧いただければと思います。こういうね、ちょっと暑い時期にこういうところ行く機会もあるんじゃないですか。滝なんて行ってみてですね、なかなかこう外出も難しい時やったりするんですけども、屋外のこういったところならばということでですね、行かれてみてもいいのかなということで、奥の方描いていってますよね。じっくりじっくりやっぱり奥から攻めていった方が一番後ろにあるけども、ちゃんとそれが後ろにあるという状況を作ってあげてから手前を描いていく。もう一度言いますよ。後ろの方の状況をある程度作って、後ろから手前ちゃんとあるような状況を描いていけると、それはそれでいいのかなと思いますので、好きなとことか大事なとこだけを先に描いてしまうんではなくて、画面全体も見ながらなんですが、特に今回は左上の方が先に進んでいきました。でこの木はワンチン的なものですけども、ただ前と後ろに渡し木を置いてるだけでどうやってるんですかとか聞かれますけど、特殊なことは一切しておりません。ただ板より厚い木を向こうと向こうに置いているだけです。手前と向こうにですね、それだけの話なんですね。でそうするとこう画面に手がつかなくなるので、画面に手がつかなくなるとストレスが若干減るということで、書き込み出ている、もういきなり面相筆みたいなの持ちました。これですね、いきなりも白い生の白に近いのを置いてってます。もう生の白ですね。これは向こうから水が流れてくるのを描いてやるんだという気持ちで描いていってます。昔の絵とか見ると本当に画面の中で絵の具を混ぜていっている絵が多いんですが、もう乾かさなきゃって思われがちですけども、一発でも描けるんです。これぐらい描けるんだから皆様だって描けます。必ず描けます。もう本当に何か、どこかの元テニスプレーヤーみたいに君ならできるみたいになってまいりましたけどもね。ちょっとずつ細い筆を使ってですね、これはコリンスキーという動物の毛を使った筆なんですが、細いナイロンの筆とかでも十分できますよ。そういった筆とかも活用されてみて結構だと思います。ちまちまちゃんと滝の形とかを方向を見ながら、そこに岩をこう伝っていく水の流れというのを感じながら描いてあげるといいのかなという気がいたします。細かい仕事をしています。このぐらいの本当ピッチでやっていきます。で決めるんだと思った瞬間、私は決めにかかります。決めるんだ今だと思ったら、これは生の白ででんでんともう本当に水しぶきが上がっているのも同時に描いていってやろうということで、ちょっていう風に描いていきます。今回の絵のポイントは透明度のある水とその岩を伝っていく水のかき分けみたいなところがまずポイントですね。で透明度のある水の中の岩とかっていうのとかですね、若干の波であるとかっていうところとかもかき分けのポイント。逆に難しかったのは暗いところの木々ですね。この辺りというのは、ある程度そこまで書き込まずに終わらそうと思って初めから計画通りそういうふうに行きました。そして奥の風景もじっくりこんなゆっくりおじさんやってはるんやでって感じですね。でも賞味3時間ちょっとでしたね。何分でしたか、つないでみるんですけどね、いつも終わったら動画つないでみて、それで1分間の動画とかにそれをですね8倍速でギュギュッと圧縮すると、だいたい3時間ぐらいが20何分になって、それをまたなんぼは 8分の1にしたら今度3分になって、それをまた1分にしてとかっていうことをするんですね。だからちょこちょことなんかこう本当にね、ゲーマーのプロゲーマーみたいな人の手の動きになってますけども、でもそういった動画はたくさん見かけるんですが、皆様にとってこれぐらいゆっくり、ね、書き込んでいって直で、一発で書いてるという動画っていうのも、僕もちょっとそういうの調べてみたというか見てみたけど、あんまりないですもんね。
だから自分も疑似体験したような気分になってくるんじゃないかなと思いますので、書けるような気分になってくるという、本当にこのシナベニヤみたいな練習用とかでは十分だと思いますよ。でジェッソっていうのだけ買って、黒と白買って水入れて、ハケで薄く塗っていくとこんな下地ができますし、これならばですね、額縁が水彩額でもいいということになりますもんね。だから額縁もそんなにこう家のどこどこのところの場所を取ったりすることが少ないというか、でもちょっとその板1枚なんであんまり大きい絵は描かない方がいいと思います。僕のイメージでは6号ぐらいまでかな、このぐらいのサイズまでがいいのかなと。できるだけ厚い方が本当はいいですよ。しなったりしてひび割れ起きたりしますので、プレゼントとかする際にはちょっとそのあたりは注意しておいた方がいいかなというふうに思います。そしてこうやってちょっとずつ進んでいきましたね。本当に少しずつですね、ゆっくり。もう一発書きのポイントはこのように下の絵の具も使いながら、上に乗せた絵の具を動かしながら形にしながらゆっくりしていくということがポイントでございます。難しいことではありませんのでね。難しいです、できませんって聞こえてきそうですけども、あとは本当に絵の具を本当に下の絵の具を動かないように、動いても若干混ぜるぐらいの感じで、優しく置いていくという気持ちですね。どういう歌いいんかな、難しい表現ですね。皆様卵とか目玉焼き割ったりするね、卵を割るとかするじゃないですか。あっちのが僕難しいと僕が思ってるぐらいで、なんか本当にこう絵の具の乾いてない上の表面を触っていくという作業の方が僕は楽かなと思いますけど、どうですか？何年も主婦されている方、私の視聴者は本当に10代20代が多いので、なかなか料理もされたことない方が多いかもしれませんが、ジョークですよ、ジョークね。65歳以上がだいたい 60% ぐらいというね、驚異的なチャンネルという謎のチャンネルでございます。80何歳の方とかね、本当に油絵やってみたいと思われる方はこういった感じで、ポピーオイルとテレピン油っていうのと、樹脂分っていうのがあるんですね。で、テレピンとポピーオイルがあれば、リンシードでも結構ですけども、リンシードはちょっと黄変っていうか黄色くなる可能性があるので、乾きは若干早いんですが、僕はポピーオイルをいつも使っております。で、テレピンとかペトロール、同じようなあれなので、どちらでも結構だと思います。鉱物系なのがペトロールですかね。植物系なのが、テレピンというものですね。何のこっちゃと思うかもしれませんが、ぜひ油絵の基本という動画もご覧いただければと思います。そういったことも話していたような記憶があります。そして後ろの一番難所と思っていた森のところを暗くしておこうと思います。後で明るいところを少し乾かないうちに描いていくので、まず暗めにどんどんと置いていっております。どんどんとですね。で、今はナイロンの筆とかで、書いてますが、少しずつ筆致みたいなのがバリエーションが豊かになってくると思います。まだ色を置いているような作業で、若干白いところみたいなのは絵の具のなんていうか滝の面白さみたいな、もうガンと置きましたね、してますが、あとはだいたい平筆でベタ塗りみたいな感じだと思いますよ。そんな難しいことはしていませんが、的確に適材適所塗っていっているの分かりますかね。これができるのか否か、皆様ついてきていただければ。そして明るい色をボンときました。ちょっと拭き取ったりしていたんで、ここのところというのは油分というのがだいぶ引いていました。引いていたので、その上にボンと乗せて、ですね、明るい色を乗せていきました。そうすると左上の方から右下の方に流れていくくの字型といいますか、そういう動きが出てきましたね。画面の中で動きが出てくると、だいぶ画面に広がりというのが出てきます。広がりがある方が一般的には良しとされています。逆もしかりですよ。もう本当に真逆というのも案外答えだったりしますので、それもしかりかなと思います。ペターと絵の具を塗りながら絵の具を伸ばしていくという作業をしていっています。で、今前景の方を描いて、また後ろの森というかですね、こちらの方を描いていくわけですね。ちょっと暗い中でも若干の明るさであるとか暗さであるとかっていうのが分かる程度に描いてるの分かりますか？少しそれは意識しています。若
感のですね、暗い明るいというのが分かるように描きながら、また今暗いの置きましたね、暗い明るいというのが分かるように絵の具を置いていきながら、右の上の方はちょっと画面が光ってしまいまして、ちょっともったいないことしましたが、そしてこの森からで落ちた影みたいなものもドンと置いてあげました。急にね、もう出来上がってきた感じが、画面の最終的な色味みたいなのがこんな雰囲気やぞっていうのが分かる感じになってきたんじゃないですか。いかがでしょうかね。先生、この手前の透けている、水に透けている部分みたいなのがある程度置けたら、叩き筆でちょっと鳴らしておこうかな。大きく塗った筆致の部分とかっていうのは少しこう強すぎるというか、筆のタッチが強すぎるので全部叩くという感じではないんですが、一部こう叩いて、筆跡をなくしていこうかなと思いました。この辺りも叩いて大きい叩き筆使ってもらっても結構だと思いますよ。たまたまそこにあったのがこのぐらいのサイズだったからこのぐらいでやってるというだけなんですが、という感じで、叩き筆で叩いて少し平滑にして、もうちょっと書き込みを今後していくための土台というのができてきたことがわかるかなと思いますね。そしてこれほら、毛先がなんかビヨーンとなってる筆とか、もうちょっとこれあんま使い勝手ようないわっていう筆をガッとしてバッと広げてください。わかりました？今のガッとしてバッと。それでちょんちょんちょん毛先に明るい色をつけてですね、ちょん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 とこういうところをお見せしたかったです。優しく優しく叩いていくと、置いていくと明るい暗い中の明るい絵の具というのが少し見えるんじゃないか。ここは少し光が当たっているので、緑色が少し強い状態になっております。このような感じで森の中のマチエルですね。マチエルっていうのはフランス語で言いますけども、マテリアル、物質感というのを少しつけながら前後関係みたいなことを出していっているわけですね。わかりますかね。ちょん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 ということですね。で、少し明るい緑も入ってまいりました。毛先がですねバッと広がってる筆で、ここのとこだけ若干こう緑色が明るく見えていたんで、そこのところは一回明るめにこう描いておいて、周りはこれより暗い色の明るさっていうのを置いていくんだっていうことを指し示すためにこういうふうに置いてきましたという感じで、チェン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 というマチエルをつけていっている次第です。こういう地味な作業を本当にずっと3時間4時間、朝3時からやってだいたい6時ぐらいに仕事が終わったという感じでした。このぐらい、しっかり書き込んで一発で描いた風景画っていうのはなかなかないかなと思いましたので、皆さん喜んでいただけるかどうか、どうでしょうか、分かりませんが、そして細かい描写をほんの少しずつ岩の中にちょっと明るいところがあって、水がここの辺伝っていって、この辺に水の残っているのがちょん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 と光ってますよっていうのをお見せしているわけですね。わかりますか？そして奥の方の早めにこの辺は仕事を終わらせた方が楽だぞと思いながら、より細かい筆をこの辺かなというので生の白ですね、ちゃん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 という風に書いていきます。わかります？生の白。ちょっとこれも毛先の方ちょっと広げてあげました。ほんの少し広げてちょん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 というのが複雑になるような感じで描いていきます。ちょん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 ということですね。白がこの辺がぐーっと広がっていってくれたらいいなと思いながら、今どの辺かな、どうなってんのかなということを確認をしながらこう塗っていくという作業をしております。ね、こういう景色ぜひ描きたいと思ったらぜひですね、人が少ないところとか必ず皆様のお住まいの町とかところにあると思います。どこかちょっと行けば、うちの旦那ちゃんとパチンコばっかりでいかんで私をどっか連れてってよとかって言うてくださいね。そしたらしゃあないな、よし連れてってやろうかなんていうことになるかもしれませんのでですね、ぜひ、どっかに行ってですね、写真を撮るなりなんなりして現場でもちろん書いてもいいですよ。これなら3時間でできるので、日が若干変わってくるかもしれませんが書けますよ。ちょっと水の近くというのは夏とか暑くてもその水のすごい近くだったら寒くなったりするかもしれませんので、暖かい格好して行かれて、暑かったら脱いだ方がいいと思いますけどもね。っていうことで、この辺のこうね、水しぶき的なちゃんとキラ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 と光ってるのが本当に美しかったりします。水がこのブルー、このなんてエメラルドグリーンっていうんですか、この色ね、綺麗な色してますもんね。そういったところをしっかりとこうお見せしつつですね、この辺りにキラキラと光ってるのも大事に大事に絵の具を置いていってください。そしてこの中継あたりの滝のところに白い絵の具をポン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 と置きながらですね、この辺りのところの水のもググ
ぐと上げていくと密度の濃いところ、そうでないところみたいなのが描き分けができてきて、この辺は水が岩をあれしていて、うわ細かい見えへん、何してんのわからんって感じかもしれませんが、ちまちま書いていってます。暗いぞー、やめちまえって感じかもしれませんけどね、一発で油絵の具っていうのはこういうふうに置いていけば絵の具というのが乗せていくことができるんだぞということをお見せしたくて作りました。いやー、我ながらいい動画できたと思うんですけどね、なかなかその視聴回数が伸びないこの悩みはどうしたらいいんですかね。もうぼちぼち引退かななんて思ったりしてますね。何が当たるか分かりませんもんね。こういうのね、一発でここまで書けるんだっていうのをお見せしてですね、皆様も本当にこう乾かないうちに書くっていうことを覚えていかれると、ぐぐぐぐぐっと表現も本当広がりますよ。でもちょっとこうやっぱ下の絵の具が厚すぎたりすると載せれないから、その部分は若干拭き取ってあげようかなとかしてあげたらいいのかなという気がいたします。この辺の波も実は丁寧に書いていってます。まあこの辺も時間かかっているので、最後は本当にちょっとぐーっと短縮して早送りを使いました。この辺りぐらいまでは筆致、もう少しするとアップで、お見せしますので、もっともっと分かりやすいこう手の動きというのが分かりますので、今は全体のバランスの中でちょっとこの辺暗すぎたなと思ったら隙間のところも塗っていったり、ここに岩があるなと思ったらということを書きながら、ちょっとずつ全体に、手が回りながら、この辺りも置くとすごい強すぎたりするんですけども、それが2個あったりすると大丈夫やなとかですね、という感じで、全体の中の岩とかそういうのも書きながらですね進んでいっているわけでございます。で、奥の方まだ触っていってますね。本当はもっともっと早く終わらせれればよかったんですけども、そしてこの影の中の岩というのもよく見てあげるとちゃんと形があって、そして手前の方、こう全体画面全体の中で進んでいるのが分かりますか。この辺りとかの水とかも丁寧に塗りながら描いていっているわけです。本当にこの絵を土台にもっとグレーズとかスカンブルとか、もしかして紙やすりで磨いてあげたりとか、いろんなことできると思うんですが、もう書き込みも同時にしてあげていった方が絵の具のマチエールというのはその適材適所で置かれるわけですね。それをなんとなくここしろ、なんとなくというよりは、写実的に描かれたい場合っていうのは直接的にその色に近い状態というのを置いていかれた方が後々楽になっていったりしますので、ちょっと覚えておいたらいいんじゃないかなというふうに思います。そしてこの辺は葉っぱとかがちょろんと出ていたりするのを描いていきながら、この辺の水しぶきとかちょっとキラッと光っている水を描きながら透けている水であるとか、奥の岩なんていうのも描きながらですね、恐竜が下で騒いでいますね。ギャギャ言うとりますがほっときましょう。恐竜は恐竜ですのでね、で皆さん見たいという人もいるかもしれません。今日出てきませんよ。絶対出さないですよ。で、手前の葉っぱを一回描いておきました。右上ちょっと画面光ってますけどね、後半の方はちょっと光ってないようになってますので、手前の葉っぱを描いていって、ちょっと朝ごはんですよということで朝ごはんを食べに行きました。4時から始めて6時まで2時間やって、あと1時間ぐらいかな、間にちょっと1時間ぐらい間が空いてますが、もうその日のうちに描き終えております。この辺の葉っぱ、そしてちょっとディティールをお見せしようと思います。真上からなんでちょっとかぶる時もありますが、ほんとこんな感じ、わー細かい暗いっていう感じかもしれませんが、こうやって絵の具を本当にこう薄くというか、こう下の絵の具が混ざらないようにのせる。わかります？できますよね。私の視聴者の人は優秀ですのでできますよ、大丈夫だ。ちょんということでですね、少し密度が上がってきているのが分かりますか。細かい描写も入ってきました。書いてるか書いてないか分からない仕事を積み重ねていっています。写実的に描きたければこういったことは必要になってくるかもしれませんよ。ということで、この辺りまた白いちょんてんって塗りながらですね、水しぶき感が出てきたのじゃないでしょうか。この本当に見せ場となるここのところの描き方っていうのは、絵の具はどちらかと厚く塗られています。
でこの状態で本当に乾いてからまたこう色を重ねていったりするともっともっと深みも出てきますのでね、こういった技術を持って一発目というのは集中力を持ってですね、決めてやるんだ、俺は決めてやるんだ、私は決めてやるのよという気持ちでですね、絵の具をしっかり混色をして、この辺りはしっかり混色しないとダメですよ。ちょっと下地の色に対して少し明るい絵の具を中心に置きながら、下の絵の具よりも明るい色で描いていくということをしてみてください。基本的には下の暗い色より明るい色で描いていくことの方がやっぱ8割ぐらいです。暗い色で描くというのは2割ぐらいかな、僕の場合はっていう感じします。ちょっとそれは覚えておかれるといいと思いますよ。どちらかちょっと明るい色で描くんだ、描いていくんだということで、この辺りもそうですね。そしてまだ毛先がバーッと広がったので、出ているを描いていけばどうですか。いい作品になったと思いませんかという無理やり言わす教養ですね。これはいけません。どうだいいだろうなんていうことを無理やり言わしてはいけませんよね。皆様はどういうご感想を持つかぜひコメント欄に書いていただければと思います。こんな感じでですね、密度を上げていきました。ちま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 、本当はこうね、これ本画でまた書こうかなと思わされた題材でしたね。すごく水もきれい。そしてちょっとこの辺はもう2分8倍速なのですごい早いですね。ペペ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 ペと。でも画面どういう風にこう触っていってるかとか、ちょっとずつ密度がこういうところなんかね上がっていってるというのがわかるじゃないですか。今までの流れを見ていると、ちょっと早送りを使ってもあんな筆さばきでやってはったなっていうので、ちょっとそういうのが分かるかなと思って今回は早送りもうちょっと長くなりそうだったんで申し訳ございません。今回は早送りを使わせていただきました。このように、一番明るい生の白から手前の方であるとかまで、書き込みをしながら密度を上げて、完成に向かっていった次第です。ちま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 ですね。やっぱ8倍速ぐらいで手が動くといいななんて思いますね。ということで、1分間に、ダイジェストでまとめてありますので、ご覧ください。じゃが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 じゃ全体に、ポピーオイルを使って塗っていって暗い色も描きながらじゃ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 左奥の方から中心に生の白とかの絵の具を動かしながらじゃが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 じゃという感じで左奥から右の方へ右上の方は一回暗くして叩き筆で叩いて今明るい色をのせました。のせていきながら描きました。そして生の白で絵の具を動かしながら描いていきましたといった感じで、今回の作画動画は以上でございます。どうだったでしょうか。なかなか綺麗な絵ができたんじゃないでしょうか。誰だって描けますよなんていうことを言うて、終わりたいと思います。以上、解説は以上です。ご視聴ありがとうございました。どうだったでしょうか。ゆっくりお見せして、最後のちょっと早送りを使わせてもらったんですけども、ゆっくりお見せしてこんな感じで、しっかりゆっくり描いていくと、写実的に描くことができるという動画でございました。本当にある程度一発で決めれるところは決めてしまった方が楽です。で、後々すごくその後グレーズとかスカンブルとかしながらもっと深みを出していくということもできますけども、まず一発でこれぐらい描くということをぜひ、皆さん頑張ってやられてみてください。油絵って面白いでしょ。ぜひ頑張ってみられてみてください。では、チャンネル登録よろしくね。SNS もやってます。よろしくね。